完璧すぎるものが嫌いなんですよ。綺麗な家具もいいんだけど、綺麗な部屋に合うようにできてるから、なんか俺の部屋ってもうちょっとそんな綺麗に整ってるっていう感じじゃないんで、なんかちょっと間違ってるぐらいがちょうどいいと思ってて、 DIY ってレゴだと思うんですよ。レゴブロックみたいに直線的なものだったら、こことここつなげようかなみたいな、簡単にそうやって作ってるんで、このアパートの中で全部作りました。ピーって消えるんですけど、金子亮です。東京で陶芸をしてます。もともとファッションの勉強もしてたんで、ミシンもやったりとか、あと DIY が好きなので、もう家の中でもう木を切ったり、ドリルで木と木をくっつけたりとか、なんかそういうのは、ものづくりは大好きですね。コロナ前にアンティークのオンラインショップを始めたんですよ。で、その時に物撮りをするだけじゃなくて、実際に部屋の中に商品を置いて雰囲気を伝えようと思って、そこからかなりインテリアに興味を持って、自分の住んでるところを写真撮ってアップするために結構こだわり始めましたね。この家は3年ぐらい住んでます。ここは学芸大学っていうエリアで、渋谷から10分ぐらいの距離のとこなんですけど、10分来るだけでかなり閑静な住宅街で、昔ベルリンに住んでたことがあったんですけど、公園が割と街の中にいっぱいあったりとか、木がいっぱい道路にあったりとか、でも美術館もあるし、デパートもあるし、学芸大学はそんなもうベルリンと比べるほどの街ではないけど、でも公園もいっぱいあるし、鳥の声も聞こえるし、ちょうどいいバランスだと思ってます。で、玄関入って、これは結構私のお気に入りの作品、陶芸の釉薬サンプルを作品にしたんですけど、このいろんな色をテストするピースを皆さん作るんですけど、それをなんか、いろんな釉薬ごとに並べて壁に飾れるようにしました。で、その下はこれもこの間作ったんですけど、靴を履くときになんかやっぱ座りたくて、玄関が狭いから靴の脱ぎ履きがすごいしにくいんですね。で、これを作りました。ここが実は隠れ収納になっていて、もともとコートとかかけるクローゼットだと思うんですけど、長いものを収納するように使ってます。こういう掃除機とか、電動のマキタのこれすごい大好き。これを買ってからDIY が本当に楽になって、本当に大好きなんです。これでゾンビが来た時も戦える。これがピーってこうやって木を買ってピーって切れるんですけど、ジグソーかな。ここは収納です。もともと下は下駄箱でした。で、下駄箱は靴があんまりないので使わないので、全部 DIY で使うツールをここに収納してて、こっちにも続くんですけど、でもなんかこの統一感はすごく好きなので、こう見えてぐちゃぐちゃしてるんですけど、全部無印のボックスで買いました。もうなんか本当に物作るのが全部入ってて、下も全部なんですよ。こっちはもうあれですね、 DIY とかが全部入ってます。ここはトイレで、トイレは至って普通なんですけど、これ河合豊さんっていう絵を描いてる人なんですけど、部屋の中の絵も全部この人の絵になってて、この色のテイストがすごい好きで。はい、こっちがリビングです。このシアーカーテンが、これすごいこの素材が好きで、特に縦にドレープが出ることで縦長に見せる効果があるので、
天井が低い日本の賃貸だと結構この縦長に見せることで部屋が、天井が高く見えるっていう効果があるんで、それもあってこれをすごいいっぱい使ってます。収納は本当にこの部屋は限られてるので、何か大きい収納を作る必要がありました。でここは陶芸作品とかを全部入ってるんですけど、前に作ったお皿とかこういうのを入れてます。このコンテナを最初に選んで、そのサイズに合わせて全部この収納のサイズを決めました。もっと物が増えたら2台3台って増えていくかもしれないというのを想定してシンプルに作りました。大分県の民芸屋さんでなんかこの金魚が売ってて、でそういうのを見つけるとこの意味のないものほどすごく欲しくなってしまって、結構そういうもの部屋にいっぱいあります。Want this lamp? The Lampe de Bureau is a masterclass in simple, purposeful design. Originally designed in the 1930s by French designer, engineer and architect Jean Prouvé to light student desks in France. Made from bent, powder-coated steel, its downward shape does one thing very well. It throws light exactly where you need it, glare-free. Nearly a century later, its minimal and elegant silhouette still feels right at home on a modern desk. Today, Vitra continues the tradition, producing the lamp in colours drawn from the original palette. A small piece of design history perfectly suited to your modern home. Subscribe to the Never Too Small magazine before the 1st of April for your chance to win one of 3 of these timeless classics. ソファーはあんまり地べたにドーンって足がないソファーが好きじゃなくて、なぜならやっぱ重たく見えてしまうんですよ。だからなるべく宙に浮かせたいと思ってて、その方が軽く見えてこのデザインにしました。この木とかは実はもともとここに倉庫みたいな大きい収納の、倉庫があったんですけど、それが必要でなくなったんで、それをカットしてソファーに作り直しました。この大きさはとてもこだわりがあって、最悪友達が来た時にここで寝れるっていうギリギリのサイズ感なんですよ。自分で作ったライト、下は陶器になってて、この直線の下の土台を作って、この上は工場用のライトを使って、その上にドイツのすごい素敵な新聞があるんですけど、その新聞をパッチワークして貼り付けて作ったライトです。賃貸の床は結構プラスチックとかふわふわした偽物が日本では多いんです。でそれを隠すためにいろんなマットを敷いてます。例えばここにあるのはこれ熊本のいぐさのマットなんです。こっちは着物の生地を使ってて、IKEA のものもあるし、無印のジュートがあったり、色だけ揃えればなんとなく統一感が出ると思っていて、そういうパッチワークが好きで、そういうのをいろんなとこに敷き詰めてます。でこっちが私の仕事場です。すごい狭いんですけど、ちょうどこのソファーでこの区切られてるこの狭さがすごい気に入って、ここでいつもパソコンの仕事してます。実際使ってみて合わないなと思ったら、もうデスク半分に切ったりとか、その木を使って違うものを作ってみたりとか、いろいろそのテストして今の形になっていて、多分前のここにちょうどワークスペースあったんですけど、そんないらなかったんですよね。したらその分じゃあソファ置けるなとか、そうやってちょっとずつ変えていった感じです。でこれパソコンのスペースの隣に本棚があります。でこの本棚は引っ越す時に一番最初に作った DIY の本棚ですごいこだわって作りました。ドナルド・ジャットっていう人がいるんですけど、その人の家具を見てから、家具ってこんなに直線だけでいいんだってすごい安心したんですよ。なので直線で作れるものなら自分でも作れると思って、この本棚を作りました。マーファにある図書館にある本棚を日本の部屋でも置けるサイズにリサイズ自分でデザインし直して作りました。素材は全部シナランバーコア
もうカットも全部私はお願いしちゃうんで、でもカットされたものが届くから、なんかプラモデルみたいにあと楽しいところだけ自分でやるだけでいいんですよ。これが畳でできてるテーブルで、これも自分でデザインしました。このなんか足の部分がキャンプファイヤーみたいで楽しいなと思ってこういうデザインにしたんですけど、スクエアに作ってるんで、なんかみんなが集まってご飯も食べれるし乗れるし、でしっかり頑丈に作ってあるんで、この上に立って例えばわかんないですけどダンスすることもできるだろうし、いやこれめっちゃ好きなんですよ。なんでこんな花がね、この上手ですよねこれ。これは河合豊さんっていう、さっきトイレにも飾ってあった絵描く人なんですけど、実は部屋のカラーパレットがだいたいここにあるんですよ。でこのカラーパレットで結構合わせてるところがあって、この部屋には結構重要な存在です。でこっちの本棚の反対側がダイニングスペースで、このテーブルは最近作り変えたんですけど、足が入らなくて結構窮屈になってたんで、それを取り除いてこの細い足に付け替えました。ミシンとかも使うんで、ミシンとかここで置いてこう縫い物したりとか、あと商品の撮影とかもここに物を置いてもうそのまま撮影したりとか、なんかでも大体ここで何か作業するときにここすごい重要なスペースになってます。で少しの隙間も収納したい病気がまた発病しておりまして、でここちょっとしたものを置ける、収納になってます。でいつもなんか寝る前とかに日記書いたり、あとアイディアとか書き溜めるノートいつでも取り出せるようにここに収納してます。でこの壁は、作った壁で、もともとはここがだけくぼんでるスペースがあって、すごいデッドスペースだったんです。なのでここをフラットに仕上げようと思って、これも賃貸でも大丈夫なようにこういう突っ張るシステムがこういうのを売ってるんです。でこの裏にはすっごいいろんなものが入ってるんですけど、こういう大きい板とか襖があったんですけど、襖もここに隠れていて、でもこういう買った板とかがいっぱい隠れてます。なんかなるべく壁は何かをかけたい病気で、壁があればなんかいろんなもの埋めたくなってしまうんですけど、これが結構気に入ってて、深澤直人っていうプロダクトデザイナーさんがデザインしたやつなんですけど、この換気扇みたいなCD プレイヤーなんですよ。いつでも音楽聴けるようにここにかけてます。これも DIY で作ったんですけど、なんかギャラリーって必ず白い箱が置いてあるじゃないですか。これあれが大好きで、箱さえあればそこは展示スペースになると思ってるんです。これも私が作ったんですけど、デンマークの電車のチケットをスキャンしたやつを陶器に焼き付けた作品なんですけど、これは最近のプロジェクトの陶器のプリントしたシリーズなんですけど、これ取り外せて、で飽きたら違うプレートが何枚かあるんでこれをつけれるっていう、このシステムを考えました。リビングからキッチンに行くんですけど、ちょっと簡単にカーテンで隠してます。このカーテンの奥がキッチンです。あまりスペースがないので、こういったところに S 字フックとかをいっぱいつけて、ハサミとかよく使うトングとかこういうのは全部かけて収納してます。これしまうの結構かさばる大きなものとかはもう外に出して引っ掛けてます。向こう側が寝室になります。でここもともと襖だったんですけど、光が入ってこないのでその扉を取ってます。でそれが今ここの柱だけ残っている状態で、この上は飛行機がいっぱい飾ってあるんですけど、私
お父さんが小さい飛行機の整備士をしていて、なんかその影響か飛行機が好きでここに飾ってます。ここは寝室とリビングが今襖を取ったことによってワンルームみたいになってしまっているんですね。でやっぱり仕切りがないんでプライベートがなくなってしまうんですよ。で今のこのちょうど光が抜けるこのぐらいの隠れる感じがベストだと思っていて、すごくこのぐらいでバランスが取れてると思ってます。結構子供っぽいものが好きで、こういう恐竜のモチーフとかだったり、あとこういう動物のぬいぐるみとかだったり、こういうの見つけるとすごい買ってしまうんですよね。こういうのが結構部屋中いろんなとこにあって、こっちは、先ほどと同じ自分で作った壁なんですけど、展示する棚を作りました。ここにあるのは全部自分で作った作品で、こういうのかキャンドル立てるやつとか、ここら辺はお花入れてもいいし、なんか俺は綿棒とか入れたりするんですけど、コスメ入れたりとかしてもいいし、全部手で塊から彫って作って、全部色とかも全部違う作品で、寝る前にやる儀式があって、必ず寝る前はこれにお香をここにこうやって、これでありがとうありがとうありがとうって言うんです。全員にありがとうって言っとこうっていう儀式があって、ここでいつも儀式をしてます。これはもともと本棚だったんですけど、このキャスターだけ自分でつけて、なんか最初はベンチとかとして使ってて、なんか書類とか収納するのにも使ってます。でベッドルームのこっち側に収納があります。開けてみます。ちょっとこっちも開けますね。本当に収納はテトリスだと思うんですよ。もう少しの隙間も開けたくないんで、もういろんなものがここに入ってます。これ結構お気に入りで、キャビンアテンダントさんがこうやって運ぶ箱なんですけど、かなり奥行きがあるんで、ここに陶芸の作品がいっぱい入ってたりとか、長いものを入れるときにすごい便利です。はい、ここがバスルームです。ベッドから直接入るのが気に入ってます。こんな感じです。で、またカーテンなんですけど、このカーテンの奥には洗濯機とか下着類、ここは洗面所で、よくあるタイプなんですけど、あんまり不必要なものは置かないように掃除しやすく、いつもきれいに入れるようにはしてます。お風呂場です。もう東京のもうよくある、お風呂場で、サイズもかなりコンパクトな作りではあるんですけど、シャワー浴びるだけって考えたら逆に水回りが大きく取られてないんで部屋が広くなるんで、このシンプルさは結構気に入ってます。あと窓があるの気に入ってます。ここあと浴室乾燥機がついてるんで、ここで洗濯とかしたものを干したりもします。ここから暖かい空気が出てきて、ここに服をかければ乾かせるっていう。多分汚いと汚くないの差は統一感だと思っていて、例えばほとんどの家具は自分で作っていて、一応一つだけルールがあって、同じ木材を使うっていうルールを決めてるんですね。だからなんかいろんなものがあってもベースの色が全部同じなんですよ。多分そのおかげでなんか物はいっぱいあるけどまとまって見えるのかなとは思います。でこれ以上大きくても多分過ごしにくいし、小さくても物が入らないんでちょうどいい大きさだと思ってるんで、すごい気に入ってます。私は結構家の中にいるのが好きなので、なんかその時間が長い分やっぱり部屋にこだわるっていうのも人よりは多くなるかなと思います。
Sign up to our newsletter for subscriber-only content and exclusive offers. Visit nevertoosmall.com/subscribe.